皆さん、こんにちは。アイスインワンダーランドのアリスです。ゆきです。本日はあまり難しいインストールとかそういう話はせずに、普段私が画像を生成するところをお見せしながら、リアル系の可愛い女の子を作っていきたいと思います。やはりX などを見ると、結構人気のあるのはアニメーションよりもやっぱり静止画をね、作っている方が多いかなと思うんですよ。そうですね。アニメ系を投稿している人は少数派かもしれませんね。そうですね。やっぱりリアル系の可愛い女の子をたくさん生成している人がですね、フォロワーをたくさん集めているという印象がありますので、私もこの可愛い女の子を生成するということを本日はやっていこうかなと思います。可愛い女の子、いいですね。そして今回はですね、リアル系のチェックポイントがいろいろとありますので、それをいくつか使いながら、比較しながらね、どのようなチェックポイントがいいかっていうのを見ていこうかと思います。普段はやっぱりマジックミックスとかを使うことが多いのかな。そうですね。私は結構マジックミックスが好きでしたが、欠点としてはですね、マジックミックスアップスケールだけではちょっと顔が可愛くなりにくいということがあって、必ずフェイスディテイラー、ごめんなさい、エイディテイラーですね。必ずエイディテイラーを使わないと、ちょっと好みの顔になりにくいというのがありました。そして最近ではですね、アニメイトジフを使うことを前提に考えてしまうので、なるべくエイディテイラーを使わないで可愛い顔が出るチェックポイントを探していきたいなと思います。エイディテイラーをアニメイトジフで使うと顔のちらつきが大きくなっちゃうからね。今回今まであまり私が使ったことはないようなものも試していこうと思います。例えば、ボイドノイズコア、あとブレイシングエボミックスのバージョン2が出ていましたので、バージョン2とか、あとはベリーベリーの 1.5 ですかね、ベリーベリーというチェックポイント、そしてブレイシングリアルドライブというようなチェックポイントを試していこうかなと思います。それでは画像を生成しながら見ていきましょう。一つ生成している画像がありますので、プロンプトなどはそこから情報を取ってしまおうと思います。画像をプロンプト欄にドラッグ&ドロップ。ちょっとずれましたね。失礼しました。画像をプロンプト欄にドラッグ&ドロップすると情報が入ってきますので、この矢印で展開します。そうすると生成の情報が下にずーっと広がって、同じように入ってくれます。そしてこの WebUI はバージョン 1.7 なのですが、1.7 からはまたこのボタンが復活しましたね。ここに入った情報をプロンプト欄に書いてくれるこのボタンが復活しましたので、このボタンを押してプロンプトを入れます。私はネガティブプロンプトしか情報を入れてませんので、今ネガティブプロンプトがここに入り込みました。普段使っているイージーネガティブを中心としたネガティブプロンプトになります。こちらもアニメイトジフを意識して75トークンを超えないようなネガティブプロンプトも構成になっています。アリスはいつでもアニメイトジフを視野に入れながら生成しているのですね。そうなんですよ。やっぱりいい画像ができると少し動かしてみたくなっちゃいますので、アニメイトジフで動かしても可愛くなるということを前提にチェックポイントを探しています。まず可愛い画像を作るときは当たりをつけるところから始めますので、ハイレゾフィックスを使わずに、そしてバッチカウントを普段は10ぐらいですね。今日はちょっと時間の関係で4にしますけれども、4ぐらいにして画像を生成していきます。縦長が使われていることが多いかなと思いますので、512×768 で、生成していきましょう。今生成が始まりましたね。今回プロンプトですが、赤いドレスということと、あと手がちゃんと出ているか見たいので、ハンズオンチェストということで、手が胸の前に来るようなプロンプトを入れています。そして髪の毛ちょっと癖のあるプロンプトに対応できるかということで、マルチカラーとヘアを入れていますね。では画像を見てみましょう。今使ったチェックポイントがブレイシングボミックスのバージョン2になります。これが出来上がった画像になりますが、顔が結構可愛いですね。で、肌はかなりリアル系のチェックポイントであることが分かりました。髪の毛のカラーはちょっと入らなかったですね。こちらの方は綺麗にヘアカラーが入って、
このブレイシングウェブミックスは顔が一定というよりは少し画像ごとに変わりますかね。少し変わるような印象があります。全体としてもとても画像は綺麗ですね。みんな可愛いです。明るい綺麗な光が入る特徴があるかもしれません。でも比較的綺麗に生成されています。ではちょっとチェックポイントを変えて見ていきましょう。ベリーベリーを使っていきましょう。このベリーベリーはこのマルチカラードヘアがちょっと得意なのではないでしょうか。推奨されていたネガティブプロンプト、ネガティブエンベッティングではないので、ちょっと違うかもしれませんが、これで画像を生成していきます。最近サンプリングメソッドもお気に入りは DPM++SD カラスですね。これもアニメイト GIF を意識してしまっているのですが、アニメイト GIF に非常によく対応しているので、このサンプラーを使っています。さて今画像が生成されました。こちらの方はですね、どちらかというと少しリアルアニメ寄りですかね。肌のテクスチャーがリアルではないですね。顔は非常に可愛いです。顔は非常に可愛くて、同じような顔が生成される傾向がありますね。可愛いですね。手も綺麗ですし、服が可愛いですね。すごくいいと思います。これも可愛いですね。非常に顔が可愛くて、どちらかというと、超リアルアニメっていうような感じですかね。完全なリアルではなくて、2.5D 系でしょうかね。そうですね。肌のテクスチャーなんかも、ちょっとチルンとしたような感じですかね。ただ非常に顔が可愛くて、もっと使ってみたくなるようなチェックポイントですね。次に、ブレイジングリアルドライブをちょっと試してみましょう。今、ジェネレート。サンプリングステップスは30を使っていることが多いです。30を使って、はい、今画像が生成されました。見てみましょう。こちらも顔が可愛いですね。どちらかというと、すごくリアルというよりは、こちらは少し超リアルアニメよりですね。リアルなんですが、肌のテクスチャーはちょっとつるんとしたような感じの画像になります。少しこうやってやっぱり手が乱れるのがこの AI の特徴ですが、このあたりは後で修正もできますので、それほど気にしなくてもいいかなと思います。服は可愛いですね。これも顔が可愛くて非常にいいと思います。全体として非常にバランスのいい可愛い女の子が生成、可愛いですね。すごく可愛い顔が出ますね。このチェックポイント。使ってみたくなりますね。こちらも。次に、ボイドコアミックスですかね。ボイドノイズコアを使っていこうと思います。これはボイドノイズコアのエクセルですね。そちらが非常に良かったので 1.5 でも使ってみようということで、今回試してみようと思います。では生成していきます。今生成されました。こちらはすごくリアル系の画像ですね。肌のテクスチャーがかなりリアルで、顔がとても可愛いですね。髪の毛なんかもすごくコントラストが強くて、かなりすごい詳しい、すごくコントラストの高くて、細かい描写のするチェックポイントですね。こちらもそうですね。かなり髪の毛が細かく描写されるのと、肌のテクスチャー非常に綺麗です。肌もちょっと行き過ぎなところもあるかもしれないですね。手とかもちょっとテクスチャーが出過ぎてしまっている感はありますけど、こちらは綺麗ですね。はい、かなりリアルを追求したというようなチェックポイントでしょうか。顔はとても可愛いですね。はい、このようにチェックポイントをいろいろ使ってみましたが、かなりそれぞれ特徴があると思います。では何かチェックポイントを使ってですね、一つ仕上げていきましょう。では今回はベリーベリーを使っていきましょうか。 X でも作者さんがよく投稿されていますね。よくX でね、カラフルな髪の毛の女の子を投稿されていますので、ちょっと推奨されていたエンベッティングに変えましょう。このAN12というやつですかね。こちら12トークンですので、普段の EG ネガティブ以降のものを一緒にちょっと付け加えて生成してみます。今回はちょっと10個生成していって、普段のやり方で綺麗な画像を1枚作れたらなと思います。プロンプトがあまり書いてないので、本当に AI 任せというような感じになってしまいますが、この辺も本当にたくさん使うチェックポイントであれば、TensorRT でエンジンを焼き付けておくと画像生成が非常に早くなりますので、
よく使うチェックポイントが固まっていれば、TensorRT を使うのがいいかなと思います。さて、画像が生成されました。1枚ずつ見ていきましょう。これもいいですね。これすごく可愛いですね。服がとてもいいですね。これもいいです。全部可愛い。結構服が可愛い服が出てきてくれますね。このチェックポイント。いいですね。うん。これも可愛いですね。はい。どれもいいですが、ゆきちゃんはどれが良かったですか？私は2番目がいいかな。2番の服が可愛かったです。では2番の画像を使ってちょっと仕上げていきましょうか。まずシード値を、コピーしてですね、アップスケールをかけていきましょう。バッチカウントを1でいいですね。でハイルズフィックスで普段私は2倍ですね。2倍にアップスケールをして、デノイジングストレングスを 0.5、 ハイルズのステップは20で十分かなと思ってます。30までやる必要ないと思いますので、普段デフォルトではここが0になって、0だとこのサンプリングステップと同じ数になるのですが、20でやっていきます。あとここにチェックが入るようになりましたね。バージョン 1.7 になってハイルズフィックスのここにチェックを入れる必要があるようになりました。今まではチェックボックのボックスを開けば採用だったのですが、とても分かりにくいので、こちらも復活してよかったですね。最近はチェックポイントとかプロンプトをここで変えるというのをあまりやっていません。では一度アップスケールしていきます。アップスケールもデノイジングストリングスをあまり大きくすると服装が変わってしまったりしますので、私は 0.5 ぐらいですね。あまりちっちゃいと画像が綺麗にならないので、それも困るということで、その 0.5 というのを採用しています。どうでしょうか？かなり可愛いので、もうこれで完成形でも良いかもしれませんが、あとは手を直すかどうかですね。ただかなりこれ崩れが少ないので、あまり直す必要がないかもしれませんが、一応いつもですね、この後コントロールネットにこの画像を入れて、オープンポーズで手を直したりしてますね。オープンポーズを選択、ピクセルパーフェクト、そしてオープンポーズ、DW オープンポーズを選択してプリプロセッサーを行います。そしてエディットでちょっと画像を見てみましょう。そうですね。指を少し直していきましょうか。これはどちらの手でしょうか。こちら左です。左ですね。左手のどこに小指があるかですが、よいしょ。例えば親指はここですね。合ってますね。そしてインデックス、中指、人差し指、合ってますかね。ミドルですね。ミドルがこれなので、ミドルをちょっと、そうです。インデックスがもうちょっと外ですね。インデックスフィンガーがこちらですね。そしてミドル大体合ってますね。先端だけ変えていきましょう。そしておそらくこれが薬指なんですが、これは違いますね。こちら中指は多分隠れていて、人差し指が外ですね。そしてこちらが薬指で、そしてここが小指になりますので、よいしょ。関節を合わせていきます。こんな形ですね。あとはいいと思いますので、この状態で、コントロールネットにポーズを送信します。それで、あとはこの画像の全体像は変えたくないので、もう一つ、インペイントで手だけいきましょうか。イネイブル、インペイント。そしてキャンパスゼムのボタンが見当たらないので、ちょっとこの画面上で S を押すと全体表示になります。そしてペンを選択して、手だけですね。ちょっと修正したいので手のところだけ塗っていきます。このエリアにしましょう。もうちょっと広めがいいかな。で、戻すとき R ですね。R で戻します。それで、このコントロールウェイトですが、あまり高くすると画像が破綻しやすいので 0.5 ぐらいにし
しておきます。ポーズも 0.5 ぐらいにしておきます。これで一度画像を生成してみましょう。コントロールネットをいかにうまく使うかということで、画像の質とかですね、あと応用の頻さが変わってくると思いますので、やっぱりコントロールネットをうまく使うというのは非常に大事ですね。昔からある拡張機能ですが、ずっと更新もされていますし、今でもナンバーワンの拡張機能ですね。今画像が生成されました。手が綺麗になりましたね、解剖が。どうでしょうかね。大きくは変わってないのですか？この手ですが、もともと綺麗だから分かりにくいですね。ちょっと乱れているところもありましたが、まず綺麗ですね。あと例えばエディテーラーで手だけ修正しておくというのもいいと思います。インペイントでこちらの手だけ修正ということになりますが、このようにして、あとそれでも悪ければフォトショップとかでレタッチするというようなことをしています。手の修正は難しい問題ですね。今画像が生成されましたが、エディテーラーでまたさらに綺麗になった感じですね。はい。このベリーベリーのチェックポイントも非常に綺麗な画像が生成できました。皆さんはどのリアル系のチェックポイントを使っているでしょうか？昔に出てずっと人気のあるチルドレミックスとか弥生ミックスとかですね。そういうのを使っている方も多いと思いますが、やはり新しく出てきているチェックポイントはかなりバランスが良いものが多いですし、毛などの崩れも少ないものが多いという印象がありますので、なるべく新しいものをですね、使ってみて、何かお気に入りのチェックポイントを探してみてはどうでしょうか。今回私がおすすめしたのがベリーベリー、あとはブレイジングリアルドライブ、そしてリアルを追求したボイドノイズコアですね。このあたりのチェックポイントは非常にバランスが良かったなと思いますし、あとブレイジングエボミックスですね。これはもう今新しいというよりはちょっと前に出てるものですが、ブレイジングエボミックスのバージョン2もなかなか良かったですね。そして私がよく使うのは、あとはリアル系ではないですがドリームシェイパー、こっちもですね、リアル系ではないのですが、かなりリアル寄りの画像を生成してくれますので、ちょっと一度生成してみますけど、思ったほどアニメ寄りではないと。特にこのプロンプトにフォトを入れるとですね、かなりリアル寄りの画像を生成してくれますので、これですね、このチェックポイントも非常に使いやすいです。アニメのような表現力の多さも出やすいし、そしてそこからリアルにつなげていけるという、まさにオールラウンドのチェックポイントですね。本当にそうですね。あとはちょっと西洋人寄りの顔でもよければエピックリアリズムですね。これもトレインモデルで、非常にバランスがいいモデルだと思います。これ単体で使うとかなり西洋人の顔になってしまうのですが、顔は後からどのようにでも変えれます。そしてこのチェックポイントは肌のテキスチャーが本当にリアルですね。まさに写真のような画像が生成されますので、こちらも非常にいいですし、他のチェックポイントとですね、マージさせて使うのもいいかなと思ってます。私も時々マージをするのですが、例えば、エピックリアリズムとドリームシェイパーですね。このあたり、片方はすごくリアルで、片方はアニメ寄りというのをブレンドしてみても結構面白い効果が出ました。これがその画像ですが、少し顔がドリームシェイパーによって、で肌のテキスチャーが、リアルとアニメの間というような感じの画像ですね。このようにモデルをマージさせて使ってみてもいいかなと思います。今回はちょっとダラダラと画像を生成しながらですね、いろいろと普段やっているワークフローをお見せしたり、リアル系のチェックポイントを覗いてみたりしました。今後は、かなり専門的なコンフィ UI とか、あとアニメーションの細かい使い方なんかはメンバーの方で解説していって、この一般の放送の方はなるべく多くの人が楽しめるように、それほど難しくない小難しくないことを中心にやっていけたらなと思っていますので、またお付き合いください。またちょっとした知りたいことなんかリクエストしていただけたら
やっていこうと思いますし、今後またですね、ちょっと情報が古くなったローラを一からちょっと作ってみたり、またインストールですね。いろんなもののインストール、WebUI のインストールとか、また見直していけたらなと思いますので、初心者向けの動画、もう今後配信していきたいなと思います。それでは今日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。